ゲーム音楽の不思議、非線形的に変化する音楽。チャララ。お、敵が近づいてきた。音楽が激しくなったぞ。よし倒した。また静かなフィールド曲に戻った。これ不思議ですとね。映画みたいに編集点がないのに、僕の動きに合わせて、まるで生演奏みたいに曲が変化していく。ガク君、それはゲーム機の中に見えない指揮者が住んでいるからです。指揮者？小人が入ってるんですか？いいえ、アダプティブ、オーディオという高度なプログラムです。映画の音楽は一本道、リニア、ですが、ゲームの音楽は迷路、ノンリニア、です。プレイヤーがいつ移動し、いつ戦うか、作曲家には予測できません。だからこそ、リアルタイムで曲を分解、再構築するシステムが必要なんです。今日は、あなたの操作に合わせて無限に変化し続ける、終わりのない音楽の魔法について解説しましょう。まず、ゲーム音楽の最も基本的な魔法、バーティカル、リミックス、垂直の層です。料理に例えるとハンバーガーのようなものです。探索中はパンと肉、ドラムとベースだけが鳴っています。敵に遭遇すると曲を止めずにチーズ、ギターが重なります。さらにボス戦になるとレタフとトマト、オーケストラが乗っかる。テンポやリズムは同じまま、楽器の層、レイヤーだけが増減する技術です。ああ、マリオカートとかで1位になると曲が豪華になるあれですか？そうです。もっと身近な例ではスーパーファミコンのスーパーマリオワールドです。マリオがヨッシーに乗ると BGM にポコポコというボンゴの音が追加されるのを覚えていますか？ああ、ありました。降りると消えるんですとね。あれがバーティカル、リミックスの原点です。ヨッシーに乗るという状況に合わせて打楽器のトラックをオン、オフしているんです。曲を変えずに気分だけを少しウキウキに変える見事な心理演出です。現代ではニーやオートマタなどがこの技術を極めています。特定の場所に近づくとインスと曲に歌声、ボーカルがふわっと重なってくる。あの鳥肌が立つ演出はボリュームのフェーダーをプログラムが操作しているんです。シームレスだからいつの間にか感情が高ぶらされていたのか。次にもっと複雑なホリゾンタル、微シーケンス、水平の繊維です。これは列車のポイント切り替えのようなものです。フィールドの曲 A メロが流れている時に急にボスが現れたとします。普通に切り替えるとブツッと途切れてしまいますよね。興ざめですね。ロード中みたいで。そこでプログラムは音楽の小節の切れ目を常に見張っています。プレイヤーが剣を抜いた瞬間、即座にボス曲に飛ぶのではなく、今の小節が終わるのを待ってから専用のつなぎ、ブリッジを挟んで滑らかにボス曲のサビへと合流させるんです。僕が剣を抜いたタイミングに合わせて即興で編曲してるってことを？その通りです。だから二度と同じ演奏はありません。あなたのプレイに合わせて音楽のレールがリアルタイムで敷かれているんです。この技術の原点と言われるのが1991年の iMuse システムです。ルーカスアーツのアドベンチャーゲームモンキーアイランドで採用されました。部屋を移動するたびにメロディはそのまま、楽器のアレンジだけが陽気なカリクソから陰鬱な墓場の曲へと滑らかに変化しました。30年以上前にそんな技術が現代のオープンワールドの基礎ですね。現代では WISE や F モッドといったオーディオミドルウェアがその役割を担っています。これらは単なる再生ソフトではなく、ゲームエンジンの中に住む AI 指揮者なんです。実はもっと昔、ファミコン時代にも似たような工夫がありました。ファミコンは同時に出せる音が3音プラスノイズしかありませんでした。 BGM で3音使ってしまうと効果音を鳴らす余裕がないですよね。言われてみればジャンプ音とか爆発音はどうしてたんですか？効果音が鳴る一瞬だけ BGM の1音を消していたんです。これをチャンネル泥棒と呼びます。曲が途切れてたんですか？全然気づかなかったです。人間の脳は優秀で、一瞬の欠落なら勝手に保管して聞いてしまうんです。むしろその途切れが独特のリズム感やグルーヴを生んでいたとも言えます。制約が新しい音楽表現を作っていたんですね。そして最新の傑作といえばゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドです。このゲームのフィールド曲は決まったメロディがありません。ピアノの断片がバラバラに用意されていて、時間帯、天気、リンクの動きに合わせてプログラムがランダムに音を拾って奏でるんです。だからずっと聴いていても飽きないのか、環境音に近いんですね。はい、オープンエアという広大な空気を表現するためにあえてメロディを完成させないという選択をしたんです。しかし敵と遭遇すると一転して緊迫した戦闘曲が組み上がっていく。生と動のコントラストをプログラムが完璧に制御している例です。さらに
インタラクティブ、ミュージックはリズムゲーム以外にも広がっています。レズやテトリス、エフェクトはそんなことはありますか？あります。ブロックを回転させる音が BGM と完全にシンクロして気持ちいいんですよね。あれにはクオンタイズという技術が使われています。プレイヤーが適当なタイミングでボタンを押しても、プログラムが次の16分音符のタイミングまで発音を少しだけ待たせるんです。強制的にリズムを合わせているのか。そうです。だから誰が遊んでも、俺、演奏上手くない？という錯覚に陥れるんです。ゲームプレイそのものが楽器演奏になる体験、これをシナスタジアと呼びます。また、シミュレーションゲームでも音楽は活躍します。シムシティでは街の人口が増えると曲の楽器が増え豪華になっていきます。逆に公害や犯罪が増えると曲の中に不協和音やノイズが混ざり始めます。画面を見なくても音だけで街の状態がわかるんですね。はい、音楽が感情だけでなくデータ、情報を伝えるインターフェースになっているんです。逆にホラーゲームやステルスゲームでは恐怖を演出するために使われます。メタルギアソリッドで敵に見つかった時の電という衝撃音、あれが鳴った瞬間 BGM が急激にテンポアップしてプレイヤーをパニックに陥れます。焦って操作ミスしちゃうのは音楽のせいだったのか。そして隠れてやり過ごすと BGM は徐々に落ち着き心臓の鼓動のような重低音だけになります。見つかりたくないという緊張と助かったという安堵、この感情のジェットコースターを音楽の BPM、テンポがコントロールしているんです。かつてゲーム音楽はピコピコ音のループに過ぎませんでした。容量の壁と戦いながらいかに飽きさせないか、その工夫の歴史が現在の AI による自動生成音楽へとつながっています。未来のゲームではあなたのプレイ内容に合わせて AI がその場でメロディを作曲し、あなただけのサントラを作るようになるでしょう。自分だけの主題歌、それは熱い。でも下手なプレイをしたら間抜けな曲になりそうで怖いですね。常にかっこいい曲が流れるように腕を磨きます。今日はゲーム音楽のインタラクティブ性について解説しました。ただ聴くだけじゃなかった。僕らは音楽に参加していたんですね。ゲーム音楽は作曲家とプログラマー、そしてプレイヤーの3者が奏でる世界で唯一の未完成の交響曲なのです。完成させるのはコントローラーを握るあなた自身です。皆さんは印象に残っているゲームの音楽演出はありますか？ここが好きというシーンがあればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。